はい、どうも皆さんこんにちは、金子でございます。ということで、ですね、今朝の8時、今スタジオに来たんですけど、タイが虫の息です。このタイね、気まぐれ金子号で初めて釣れたタイなんですよ。で、奇跡的に生きた状態で持ち帰れたんですよね。で、大体1年半ぐらいここで生きましたね。で、かなりサイズも大きくなって美味しいものをたくさん食べて育った個体ですよ。あと2時間3時間ってとこですね。いただきます。食べてあげるのが僕なりの供養。うわ、すげえ、何このコロンコロンのタイ、やばいなこれ。どうなってんだろう。向こう持っていきましょう。さてさて、早く閉めてあげましょう。うわ、すごいこれ。じゃあ、ありがとう。いただきます。今月もやってきました、気まぐれごちそう便お届け商品ご紹介コーナー。夏といったらやっぱりカレーですよ。海とスパイス贅沢シーフードカレー。サバのほぐし身がたっぷり入ってて、そして牡蠣のエキスふんだんに使っております。実はこれ以前100時間カレーさんとコラボさせていただいた商品なんですよ。特別に生産してもらいました。本当にこれ美味しいのでぜひ食べてみてください。で、これだけじゃなくてですね、こちらじゃん、今大注目のアジフライも入れちゃいました。しかもアジは国産にこだわらせていただきました。冷凍をそのまま揚げるだけでサックサクのふわふわ。しかも今回ごちそう便以外の方にも味わっていただけるように 500g 入りのアジフライパックも単品で販売いたします。ぜひご自宅で美味しいアジフライいかがでしょうか。で、ここでプチアレンジのご紹介。冷凍のままダイブ、これで OK。 はい、こんがりきつね色になれば OK。 カレーをかけて、そしたらアジフライをトッピング、ちょこっとソースをかけてタルタルソース、これを少し乗せて食べるのが好きです。牡蠣とサバのうまみのたっぷり入ったルーとこのアジフライを一緒にいただきます。これはうまい。夏にぴったりで、こちらのセットは8月入会の方は初回980円でゲットできますので、ぜひこの機会お見逃しなく。そして8月も開催します、大好評裏金子道具店。今回はすごいですよ。新種の魚夢アジ、こちらの希少な夢アジをですね、金子さんならということで50個だけなんですけど販売できることになりました。夢アジはもうなかなか買えないので超レアな魚となってます。僕の動画でもその実際夢アジを作った方来てもらっていろいろお話聞きましたけどもね、いや、うまい魚ですよ。こちらごちそう便の会員の方だけが購入できるレア商品となっております。詳しくは金子道具店のこちらの SNS チェックしてみてください。それじゃあ本編へお戻しします。よし、そしたら海水フリフリと。いや、よかった、今日スタジオ来て気づけて。このタイはね、僕の船で初めて釣れたタイっていうのですごく思い出のあるタイだったんですよね。で、セカちゃんにこれ運搬するところを載せたかな、あったと思います。こちらその時の大きさはね、でもこんなもんだったかな、ちょっと大きくなりました。このぐらいだったと思う。なんで5、6センチ大きくなりましたね。やっぱり狭い水槽で育てるとそんな大きくならないっぽいですね。で、水質もすごく気をつけて育ててました。明らかにうちに来た当初より丸々と超えてます。ただこの養殖のタイみたいな太り方じゃないんですよね。天然物の湾内でじーっとこうカロリーを使わずに落ちてきた餌とかをバクバク食べてくっちゃねしてる天然物のタイのクオリティになってる。すごいですよ。僕も結構タイ買いますけど、この大きさでこの重量感やばい。この腹の厚み、この厚み、この顔の小ささ、もうすごいです。神経締めもしていきます。完璧ですね。最後は僕の手でいただきたいなと。で、このタイが1年半の間に何を食べて育ってきたのか、ほぼ毎日。まずはメインとなる餌はキビナゴでした。キビナゴと前半は熱帯魚用のクリルっていう餌、川エビかな、あれを乾燥させた熱帯魚用の餌があるんですけど、その乾燥エビも食べてました。ほんでたまに車エビとかアカシャエビとか食べさせてましたね。で、イカ類もあげたんですけどイカ類は食べませんでしたね。そんな食いつき良くなかった。
貝類もそんなに食べなかったですね。イワシの切り身とかサバの切り身大好きでしたね。でたまにヤドカリだとかブリセンチュウだとかこの綿、これ食べてました。そんな風に育ったこちらの半養殖のマダイ、一体どんな味がするのか検証していきましょう。食べられる時が来ました。まずはとにかくお腹の中見たいですよね。どうなってるんだい。めちゃくちゃにうまそうだな。ちなみにこの大きさで 600g ある。600g？ ちょっと待ってくれ。だってこれ30センチもないと思うよ。これ30ジャストかな。30ジャストで 620g。 これめちゃくちゃ重いっす。これ市場で買ったらいくらすんだろう。まず鱗取っていきます。まだ新しいですね。この個体がオスなのかメスなのか、それも気になりますしね。そして白子とか精巣は膨らんでいるのか育っているのか、そういうところも気になりますね。多分育ってないと思うんですよ。水温16度で育ててたんですけど、内臓脂肪は入っているのかどうか。でもね、入ってると思うんですよね、このお腹の硬さ。ではまずはエラ取っていきましょうか。エラを抜いていきます。付け根を切ってぐるっと取ります。さあ、ではお待ちかねの内臓チェックいきましょう。お腹の中一体どうなっているのでしょう。おお、はい内臓脂肪はそんなない。内臓脂肪なしなのにこんなに太ってるんですか。内臓もまだ生きてますね。ほら縮みます。天然のタイって内臓脂肪入りにくいんですよね、どんなに太ってても。でも養殖はすごいんですよ。なんでやっぱりどっちかというと養殖代よりかは天然代のクオリティのいいものっていうのは間違いなかったですね。そしてこれ見てください。卵でした。卵入ってました。卵はやっぱ育ってないですね。こんな感じ、ちっちゃい卵が2つ入ってましたね。はい、じゃあ鱗、内臓、エラ全部取れましたので水気を拭き取っていきます。めちゃくちゃ脂の乗った今の時期のメイチダイみたい。マダイっぽくないんだよな。いっぱい食べたもんなお前。本当にタイ飼ってみて思ったんですけど、めっちゃ面白い。いろんなもの食べてくれるし、慣れてくると水面でこうコココって餌食べるんですよ。僕は養殖をしてましたけど、がっつり観賞魚として飼っても面白いかもしれませんね。堤防とかでチャリコ今釣れるじゃないですか、ちっちゃいやつ。ああいうの育てても面白いのかなと思います。はい、じゃあこんな感じで綺麗になりましたと。で今池の状態です。池の状態で食べてもおそらくこのタイめちゃくちゃうまいです。こんだけ太っとったら間違いなくうまい。でも今回はどういう味がするのか、どんな香りがするのかっていうのを検証したいので1日寝かします。グリーンパーチに包んで、はい、こんな感じですね。これで冷蔵庫で寝かしておきます。氷水とかではやりません。もう冷蔵庫で、大体5度ぐらいですね。それで1日寝かしたいと思います。それでは1日後にどう。はい、では1日経過しました。しっかり時間を守っていく。さあどうでしょう。いいですね。この硬直具合ピーンと立ちますよね。昨日はまだふにゃんふにゃんふにゃんとしてましたけど、この状態。熟成1日目。全然臭くない。さあじゃあおろしてみましょうか。まずは頭を落としていきます。なんかね、もっと水槽っぽい匂いがするのかなと思ったんですけど、全然しないわ。メニューは今日はお刺身です。お刺身と焼き、そして漬け炙りでいきたいと思います。もうシンプルに。では3枚におろしていきますね。下に1本で入れたらちょっとこう引っ張ってあげる。そうすると開いてさばきやすくなります。で背中の方ですね。背中にも1本ガイドライン入れて、そこから開いていきます。こう持ったらこっちに引っ張ってあげるイメージですね。そうすると失敗なくうまくおろせます。はい、こんな感じですね。油コテコテって感じじゃねえな。で今回思ったのが、養殖する場合はそういう餌をあげないと養殖のタイみたいに内臓脂肪ががっつり入らないんですね。天然物の餌だけじゃ本来タイって内臓脂肪ががっつり入る魚じゃないんだなって分かりました。どんだけいい天然のタイもあんなね養殖みたいながっつりとした油を持った個体には出会ったことないんですよ。マダイに関しては。イシダイとかはねあるんですけどね、マダイはねないな。そしたら腹骨をついていきます。うわでも
包丁の滑りがものすごく滑らかです。脂が乗ってるのはもうすごいわかる。なんかさばいてる感じは養殖のタイみたいですね。なんだろうこれ、不思議だな。天然には存在しない感じですよ。今まで触ったことないです、こういう天然鯛は。で身もちょっとね、なんか水っぽい感じしますけどね。マダイにしちゃものすごく味が楽しみです。もう今開いてみた感じ、ちょっと普通じゃねえなと感じております。はい、こんな感じでね、ちょっと気づいちゃったことあるんですけど、このタイの香りがめちゃくちゃ強い。半端じゃない。臭みじゃないですよ。タイの香り、タイ触った時に香る生臭さとは違うタイのお魚の匂い、それがめちゃくちゃ強いんですよね。なにこれ、多分魚アレルギーの人とかがこれピッて触って体につけたらとんでもない反応が出るんだろうなって思うぐらい香りが強い。マダイって実は魚アレルギーがすごく反応しやすい魚種なんですって。だからサバとかね、マグロとかサーモンとかそっちの方が強そうなもんですけど、意外とタイは出るんですってね。背中の方、これ湯引きしていきます。さーっと皮目だけ湯引きしたら冷水に、粗熱が取れたらしっかりと水気を取ります。そしたらお皿に大葉を敷いて、お腹の方は皮引いていきます。さあどれだけ脂が乗っているかここで分かります。天然のタイですよ。天然のタイでどれだけ腹側に白い膜が残るか、これだけ残ります。そんなに残らなかった、下手くそだった。でも身はね柔らかいっすね。こんな感じ。そしたらこちらを切って盛り付けていく。身がね割れてしまいますね。とっても柔らかい。で残りは漬けにしましょう。皮目3枚、お腹の方も皮引きのやつを3枚で、この背中の方片身は塩を打って焼いていきます。ちょっと切れ目入れましょう。はい、こんな感じ。串を打って塩を振って身の方から焼いていきます。でお刺身はあしらえを添えて、よっとわさびをスリスリと。いい魚はいいわさびで。僕のわさびも育ってきてるかな。今度見に行きますんで上がると思いますんで、また見てください。セカンドチャンネル最近マジのサボり気味ですいません。気まぐれクックのサボり場だけど、さすがにあれはサボりすぎ、すいません。はい、じゃあこちらお刺身の完成。冷蔵庫でキンキンに冷やしていきます。お刺身を美味しく食べるコツその1、キンキンに冷やすことです。夏場なんか特にそうです。ぬりいお刺身はまじいです。特に白身なんか顕著になります。もう早く冷やしたい場合は冷凍庫入れちゃうとか全然ありだと思います。忘れてて凍っちゃったら元も子もないんですけど、この状態で冷凍庫で3分から5分ぐらい入れるだけでお刺身全然変わります。本当は冷蔵庫で 2,30 分がいいんですけど、時間ない時は冷凍庫で3分、これで OK。 これちょいライフハックですね。そしたらこちらじゃーん、作っておいた煮切り醤油があるんですよ。特製煮切り醤油、レシピはね、再仕込み醤油が2、みりんが1、酒が1ですね。で昆布を刺してあります。これがもうめちゃくちゃにうまいです。この漬け地を入れてここにつけておきます。もうこれはね10分ぐらいでいいです。10分つけたら十分です。 OK。 じゃあつけていきましょう。はい、では焼けましたと。匂いはめっちゃうまそう。ただちょっとなんか水っぽいっすね。油がじわじわ落ちてくる感じではなかった。に盛り付けていきます。串は熱いうちに抜く、じゃないと抜けなくなっちゃいますよね。で端紙、そしてすだち。はい、これでマダイの塩焼きの完成。漬けでもう一品作っちゃいます。中には味入りましたのでペーパーで余計な醤油を取っていきます。そしたらちょっと炙ります。うわ、いい匂い。はい、こんな感じ。
そしたらこれを使ってラーメンやります。ラーメン作るっていうよりかはトッピングをしていきたいなと。こちらしれっとね、冷凍ラーメン作ったんですよ。気まぐれクック監修淡麗貝出し塩ラーメン。これセカチャンネル動画出したんですけど、もうありがたい話で大好評でたくさん購入いただきありがとうございます。こちら拓弁さんから出させていただきました。これだしに板野貝使ったんですよ。これちょっと作っちゃいました。こだわりすぎてお値段はちょっと可愛くない値段になってしまいましたけども、うまいのはものすごいうまいんですよ。シンプルだけど貝のうまみがガツンとくる、そんなラーメン。買っていただいた方からもめちゃくちゃうまいねって声たくさん届いております。これにタイをトッピングしたらうまいだろうということで今日作っていきます。中身はこんな感じ。海苔とあとチャーシュー、これ2枚入ってます。で生麺が1つと貝煮干しラーメンスープ、これ1個入ってます。でこれをまず湯煎します。フライパンとかでやってもらった方がいいですね。ぴったり入りますんで。でこれ2口コンロでやってほしいんですよ。まずはスープを湯煎します。で完全にスープが溶けて温まったなっていうタイミングで麺湯がいてください。同じタイミングでスープと麺入れてしまいますと麺の方が早く茹で上がっちゃいますんで、必ずスープを温めてから麺を湯がいてください。でチャーシューもスープと一緒に湯煎しておきます。はい、そしたらスープ温まりました。だいたい沸騰したお湯で凍らした状態から入れて5分ぐらい置けば温まります。でこのカチカチに凍った麺、これをお湯に入れます。で最初は触んない。で触るとボロボロ切れちゃいますんでね。で30秒ぐらいしたらほどけますんでパーッとほぐしてあげます。であとはお好みなんですけど、僕はね2分ぐらい茹でるのが好きですかね。はい、で2分ぐらい茹だりましたら麺を揚げていきます。麺を揚げて湯切りしてお好きな器に盛り付けてスープを注いで、この澄んだ貝出しスープちょっとなじませて、でチャーシューのせて、でこれ海苔ですね、付属の海苔、これが大事。はい、でここにじゃん、先ほど炙ったマダイですね、これ乗せていきましょう。まずこれは美味しいと思う。本当にアレンジ無限大なんですよね。ここに柚子とか削っても美味しいですしね。もう今から青柚子結構出てきますんでね。はい、これで特製ラーメンの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よろしく食べていこう。じゃあまずは麺が飲みないうちにこちらのラーメン屋むかんさんと僕で1年くらいかけて作った家で育てたマダイの漬け炙りのせいただきます。よいしょ。うわー、これと一緒にいただきます。すすっていく。まっやべえ、めっちゃくちゃうまいな。ラーメンシンプルにうまいです。あっさりとコクのあるこの淡麗貝だしに海苔の香りがプラスされても何とも言えない美味しさがありますね。でこれ柚子合うわ。うわ、うまっ。これ麺もうまいわ。拓麺さんさすがうまいわな。実績半端ないからな、あそこは。うまっ。でこれね、意外にこういうね、刻み大葉とか梅干しとかこういったものも合うんですよ。って思うじゃないですか。ラーメンに大葉と梅干しって思うじゃないですか。うまいんですよ。もう口の中入れる前、もうここの段階で貝入ってるねって分かるぐらい貝なんですよ。魚介使われてるんで、大葉とか梅とかこう薬味系はすごく合います。めちゃくちゃうまいこれはやばいな。個人的に梅干しバカうまです。ぜひ推したい。これうまいですよ。梅干しとこの海苔が絡んだとこ。やばい、ラーメンの感想ばっかでタイの感想がちょっとタイわからんかったっす。ごめんなさい。刺身いただきますね。多少違和感がございました。いただきます。うわっ、これ面白っ。天然じゃないです。これ養殖のタイですね。身質が完璧に養殖。天然の身の締まりとかが皆無ですね。水っぽくて柔らかい。
油の甘みはあって美味しいですけどね。ただこれね、養殖の餌食べさせてないはずなのに、なんでこの養殖の味がするんだろう。グリルかな、なんだ、ちょっともう一回食べていいですか。うまいんですけど期待してた味じゃないな。違うわ。ちょっと水っぽすぎるなこれ。口の中で舌ベラで押し付けたら崩れてしまうぐらい、そのぐらい柔らかい身質ですね。じゃあちょっと塩焼きいただきますね。焼きはいかがでしょうか。すだちをかけて、柔らかい。いただきます。焼きは美味しい。うまい。めっちゃうまい。味濃っ。何これ。でも洋食寄りですね。そうなんだ。結論分かりました。マダイを釣ってきて1年半、水温が16度の水槽でエビとか魚とか天然の餌をあげて半養殖すると、ちょっと水っぽい感じの養殖のタイになりました。はい、結論はこんな感じですね。多分これ水温かな。もうちょっと水温が低かったら味変わってたんだろうな。いや難しいな。ラーメンが止まんねえや。うまいわ。夏っぽくて最高。というわけで本日の飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギノのやつ。今日はフリーでいかせていただきます。休館日ゆえにフリーでいきます。休館日を設けるってことがね、やっぱ大事です。はい、こちら7対3いただきました。いただきます。うめえ。飲みたくなるな、アルコール入りが。でも今日は我慢。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は急遽動画回しまして、僕の1年半から2年ぐらい連れ添ったマダイちゃんが弱ってたので食べてみましたけども、ものすごい発見でしたね。僕の中ではすごく重みがあって脂はすげえ乗ってたんですけど、あんまりでした。身質は養殖のタイのような、天然のタイのような、どっちかというと養殖のタイ寄りですね。けど養殖のタイほどああいうこってりとした脂は乗ってなかったんですよ。でも天然のタイみたいに引き締まった身と香り高い脂は持ってなかったんですよ。なんか本当に変なタイでした。こんなこと言うのはあれですけどね。刺身は正直って感じでしたね。焼いたら美味しいなと思いました。でもやっぱりこの養殖のタイって本当にすごいんだなって思いました。改めて養殖業の凄さが分かりました。美味しいですわ、養殖のタイ。あれが1匹本当に1500円2000円で買えるんだったら、養殖業者さんってすごい努力してるんだなと思いましたね。僕タイ正直餌代だけで言ったら5万円ぐらいかかってます。マジで5万円ぐらいかかってる。赤シャエビあげたり車エビあげたりフードあげたりいろんなものあげてるんで、1年半2年ぐらい。いやでもすごく勉強になりましたね。マダイもよく僕がスタジオに入るまでまだ生きててくれたなって思いました。本当に感謝。俺に新しいねこの経験をさせてくれて嬉しかった。僕なりの供養の方法です。完全にね上がっちゃってたらさすがにお墓に埋めてたんですけどね、ちょっと生きてたんでいただいてみました。ちょっとまたね水槽が殺風景になっちゃったんで、またなんか魚釣ってこようかな。はい、そちらの企画もまたやるかもしれません。なぜなら私今猛烈に釣りがお熱ですので、また釣りに行きたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。